皆さんこんにちは、さおりです。はい、最後の動画からね、だいぶご無沙汰、2ヶ月ぐらい空いてしまったんですけど、皆さん元気にお過ごしでしたでしょうか。私はですね、この2ヶ月間AWS ソリューションアーキテクトっていうね、資格の勉強に励んでおりまして、なんと無事合格することができましたね。この資格の取得が私の今年の目標の一つでもあったし、あと会社でね提出してる年間のプランニングみたいなのにも、取るって書いちゃってたので、どうしてもねこう受からなきゃいけない状況だったんですけど、今回無事ね、パスすることができたので、今ちょっとほっとしております。しかもね、今回は私がこう英語で働いているっていうのもありましてですね、勉強試験ともにこう英語で行ったので、その理由や勉強法についてシェアしていこうと思います。実際にね勉強してみて、試験も受けて、後悔したポイントとかもね最後に話しているので、今後海外就職を目指している方とか、英語で受験するか迷っている人の参考になれば幸いです。はい、じゃあ早速本題に入っていきたいと思うんですけども、AWS ソリューションアーキテクトっていう資格はですね、まず、AWS は何ぞやっていう方、IT にあまりゆかりがない人に軽く説明すると、 Amazon が提供しているクラウドサービスっていう風に思っていただければいいかなっていう風に思います。その他もマイクロソフトだったら Azure っていうクラウドサービス、 Google だったら Google クラウドっていうサービスがねありますね。皆さんも写真をクラウドにこう保存するとかやったことある方多いと思うんですけど、それはほんの一部のね機能で、その他に企業向けにねいろんなクラウドサービスっていうのを提供している会社たちになります。その中でもソリューションアーキテクトアソシエイトはですね、中級レベルに所属する資格になります。AWS の資格ってこんなにたくさんあるんですね。で、初心者レベルから始まって、中級者のアソシエイトで、さらにプロフェッショナル、スペシャリストっていう風になるんですけど、その中でも私が取得した資格の立ち位置はこんな形になります。で、ソリューションアーキテクトなので、設計者としてどういったクラウド設計にしたらいいかっていうようなね質問内容が問われます。例えばある企業がクラウド移行を検討しています。こういうような課題があります。この中で、コストが最も最適化できるサービスの組み合わせはどれですかとかっていったように、そのシチュエーションに合わせて回答を選ぶっていうような問題形式になります。で、結構かなりね覚えることが多くて、広く浅く聞かれるような試験だなっていうふうに思います。受験料は 150US ドルですね。と試験時間は130分で、合格点は1000点満点中720点になります。で、これはですね、英語ネイティブじゃない人はプラス30分もらえるので、私は実質170分で受けた形になります。続きましてですね、私の前提条件と勉強時間について話していきたいと思います。まず私のスペックについて話すんですけど、私は日本の IT 企業で4年働いた後、今現在ですねオーストラリアの企業で働いています。AWS に関しては AWS の基本的なサービスの知識があったのと、日本にいた頃は AWS の上で動いているアプリケーションの保守業務であったりとか、あとはアップデート作業を行っていました。あと現在は AWS で動いているサービスの開発業務とかに携わっている形になります。あとは私は基本情報と応用情報を日本にいる時に取得しているんですね。なので、AWS で聞かれる、基本的な IT 用語っていうのは理解しているような状況で今回の試験に挑んでいます。勉強時間は約2ヶ月間で、平日は1から2時間、頑張って3時間ぐらいで、週末はもう少し集中して取り組んでいました。で、3週間前からは土日も8から10時間ぐらい勉強しました。あくまでね勉強時間は各個人のバックグラウンドにかなりよると思うので、焦らずね自分のペースで勉強を進めていっていただけたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。
次はですね、私が実際に勉強に使った教材と、そこでおすすめする点について話していこうと思います。最初ね、インプットですね。インプットはクラウドグルーっていうe ラーニングの会社があるんですけど、そこにある AWS ソリューションアーキテクトの対策用の講座を、さーっとね終わらせました。基本的にインプットはそれですね。でそのクラウドグルーに5個ですね模試がついてるんですね。練習問題みたいなのがで、なんで60問 ×5 をこれを繰り返し何回もやりました。最初はなんか 50% ぐらいしか取れてなかったんですけど、全部 80% 以上取れるまでやりました。この1個ね練習問題が制限時間が毎回ついてるんですね。なのでかつ試験時間が長いんですよ。2時間でまとめてなかなか2時間勉強することができないこともあったので、そういう場合は、復習にね時間を割いていました。隙間時間は復習っていう感じですね。でだいたいそこで80点ぐらい取れるようになってから、私はデジタルクラウドトレーニングっていう別の会社の問題集を解いてみました。でですね、なんとクラウドグルーで80点取れた段階で私余裕ぶっこいていたんですね。でもうこれいけるじゃんみたいな感じで思ってたら、でググってたらクラウドグルーは簡単すぎるみたいな情報を2週間前ぐらいに見つけて、これはやばいと思って、で急いで違うね会社の問題を解き始めたんですけど、なんとそれが難しく感じて、かなりで最初解いた時の点数が52% ぐらいで、もうこれ多分受かんないかもって思ってたんですけど、そのデジタルクラウドトレーニングの模試も5個ついていてですね、この教材なんですけど私が使ったのは、で最初52%、こんな感じで私の成績が推移していて、最後やっとね74% に届いたんですけど、でもう一回模試1個目に戻って、8割取れたみたいな感じで、もうこれめっちゃギリギリ受かるかぐらいかなっていう風な肌感でした。で実際に当日受けて点数はこんな感じで8割取ることができましたので、ここでね何を言いたいかというと、このデジタルクラウドトレーニングはかなり本番の難易度と近いなっていう風に感じたので、この模試をやる過程で私はかなり伸びたなっていう風に実感してます。あと一番使ったと言っても過言ではないのがチャット GTP です。本当に賢い全部模試を解いた後に答え合わせをするんですけど、一番大事なのが、なんでこの他の選択肢、なんでこれが正解なのかっていうのと、なんで他の選択肢が間違ってるのかっていうのがすごく大事だと思っていて、でそこを理解するのにね回答解説だけでは難しかったところを全部チャット GTP に聞いていました。であと間違えた問題を送って、それを全てまとめてもらって、試験のね間近1週間ぐらいはそれね暗記用ノートみたいなのを作ってもらったので、それを毎朝晩ね見るようにしていました。であとは AWS の公式ドキュメントですね。だいたい問題集の解説とかにリンクがついてるので、そこついてたらそこから飛んで読むっていう風にして理解を深めていっていました。続きまして、なんで英語で勉強したのかっていうところなんですけど、私はね英語環境で働いているので、英語で理解できる、説明できるようにしなくてはいけないっていうのが、一番のところなんですけど、今回ね海外就職を目指したい人とか、日本に現在住んでいるけど、グローバルなキャリアを築きたい海外のお客さんと話すようなポジションでもやっていける英語力をつけたいっていう場合にも、かなり英語で勉強してテストを受けるのはおすすめしたいなっていうふうに思います。私もね日本で IT 企業で勤めていたので、業界用語みたいなところも日本語ではもちろん理解があったんですけど、やっぱり英語となるとじゃあなんか上場化って何て言うんだろうとか全然わからなかったんですね。そういうのも、英語でインプットしてアウトプットするっていうね、今回みたいな資格の勉強することで、英語力も上がったなっていう風な実感があります。なのでせっかく資格勉強をするっていう場合もね、英語を身につけられたら一石二鳥じゃないですか。なのでもし悩んでる人がいたらね、ぜひおすすめしたい方法になります。
もちろんね時間は日本語よりもかかってしまうんですけど、その分のリターンは大きいかなっていうふうに思います。で英語で勉強してみて良かったなって思ったことは、今ね申し上げたことに関係するんですけど AWS のドキュメントをそのまま読めるようになったっていうことですね。とやっぱり日本語に翻訳する過程で、ちょっと曖昧な表現になってしまったりとか、完全に 100% 翻訳されてるわけじゃないような表現とかが、今回あるなっていうふうに気づいて、やっぱり英語ベースで勉強すると、オリジナルなね、情報が手に入るので、そこはかなりメリットになるんじゃないかなっていうふうに思います。あとはですね、グローバル市場でも、堂々と資格取得したっていうところをねアピールできるんじゃないかなっていうふうに思います。じゃ今後海外就職を考えている方でレジュメに AWS のソリューションアーキテクトを知らない人はね IT 業界にいないと思うので、それを英語で取ったっていうことをね、アピールしたらかなりアピールポイントになるんじゃないかなって思います。あとはシンプルに英語勉強にも AWS の勉強にもなったっていうところですね。勉強している中でかなりの英語の量を読むことになるので、ソリューションアーキテクトの問題ってすごい長いんですね。勉強されたことある方はもうわかるかと思うんですけど、なのでかなり毎日2時間分の長文をしてるみたいな風に考えたら、英語力もそりゃ伸びるよなっていう感じで、勉強違いがあるなっていう風に思いました。で実際にね当日受けてみての感想は、私はテストセンターで受けたんですけど、自宅ではなくって、あとは時間が170分あったんですけど、結構ゆっくり解いてたら、最後見直しが間に合わないくらいですね。最後練習の時点ではだいたい見直し時間40分確保できてたんですけど、本番はねなんと30分しか余らなくて、20分かな、20分しか余らなくて、最後見直しが追いつかなかったんですけど、なんとかね合格できたので、そこは良しとして、結構集中力がね2時間以上3時間弱になると続くのがね難しいので、やっぱそこの問題を解く練習っていうのはね必要かなっていうふうに思いました。ただ落ち着いて本番も挑めたんじゃないかなっていうふうに思います。こんな人におすすめしたいっていうところなんですけど、さっきも申し上げた通り、今後海外で働いてみたいとか、外資系とか、あとはグローバルな人材になりたいっていう方にはかなりおすすめになります。また英語かつ IT のね技術的なスキルどっちも身につけたいっていう方にも、一つの試験で2つのスキルが伸ばせるので、かなりいいんじゃないかなっていうふうに思います。あとは日本語訳に頼らずに、本質的に理解したいっていう方にもおすすめです。やっぱり日本語に訳すタイミングで、問題文であったりとか、解説に少しやっぱりズレが起きてしまうっていうようなコメントもちらほら見かけて、私も実際にそうだなっていうふうに思ったので、今後、IT のスキルを長期的に身につけていくっていう上でも、英語でインプットできるようになると、最新の情報が得られたりとかインプットできると思うので、そういった方にもかなりおすすめです。はい、いかがでしたでしょうか。というわけで今回は AWS ソリューションアーキテクトアソシエイトに一発合格しましたよっていうね体験をシェアいたしました。今後はねもう一個上のレベルになる、かなり難しいって言われてるんですけど、プロフェッショナルのね方にチャレンジしたいなっていうふうに思っているので、そちらもね結果が出たら皆さんにシェアしたいなっていうふうに思います。また気になることがあれば、ぜひ動画のコメント欄にね質問やコメントを送っていただければ回答しますので、ぜひどしどし送っていただければと思います。またねチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録していただけると大変喜びます。では本日も最後まで見ていただいて本当にありがとうございました。じゃあまたね次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。